今回はこちらネット編みでエコバッグを編んでいきたいと思います。ネット編みと長編みの組み合わせです。長編みの部分が花の模様になっています。ザクザクと編めるので初心者の方にもおすすめです。それでは早速編んでいきたいと思います。まずは花の模様がついた編み図の紹介からです。作り目は24目の倍数プラス1目で鎖編みで編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1目編んだら細編みを1編み、次に12345鎖編み5目、123 3目飛ばして4目の部分に細編み、これを繰り返していきます。2段目は立ち上がり鎖目を3目、鎖編み2目編んでから中心に細編みです。それを繰り返していきます。最後の部分は鎖編みを2目編んでから長編みで終わります。3段になったら鎖編みを編み、鎖編みを2目編んでから長編みを同じ部分に3目編みます。端まで編んだら次は4段目です。4段目は手前の部分に長編みを3目編み、鎖編み、長編み3目です。これが一模様になります。一模様は横が24目、縦が12段です。これを横に何個編むか考えながら幅を決めていきます。縦もこれが何個になるか考えながら高さを決めていきます。横幅は小さめのエコバッグにしたいので、この一模様を3つ分作っていきます。24目が3つ分なので72目プラス1目で73目です。まずは73目作り目をしていきます。次は1段目です。1段目は立ち上がりの鎖編みを1目、次に細編みです。立ち上がりの鎖編みを1目、次は次の目の山の部分を拾い細編みをしていきます。鎖編み5目、12345 3目開けて3目開けてから細編みです。123同じように鎖編みを5目です。3目開けて4目の部分に細編み、これを端まで編んでいきます。1段目端まで編み終わりました。同じように鎖編みを5目、細編みで終わります。ひっくり返します。次は2段目、立ち上がりの鎖目を3目、さらに2目編みます。合計で5目です。1、2、3、4、
5、鎖編みの真ん中を丸ごと拾います。2段目、端の手前まで編み終わりました。同じく鎖編み5目、細編み、最後は鎖編み2目、長編みで編み終わります。拾う部分は細編みの部分です。鎖編み2目、細編みの部分を拾って長編みです。ひっくり返します。次は3段目です。3段目は鎖編み1目細編みです。鎖編み5目を1目編んだら、次は長編みを入れていきます。鎖編み5目細編みです。次は鎖編み2目です。1、2、次の目に長編みを3目入れていきます。1、2、3、長編みは鎖編みをぐるりと囲うように編んでいきます。同じ部分から出てるように見えますが、ネットの部分を丸ごと拾うようにします。次は鎖編み2目、同じように端まで編んでいきます。端の編み方でわからなくなったら、鎖編み1目で編んだ時は細編みで終わります。次は鎖編みで立ち上げて長編みで終わります。その繰り返しです。鎖編み1目で立ち上げて細編みで終わり、鎖編み3目で立ち上げて長編みで終わります。3段目の端の手前まで編んだところです。3段目は最後は細編みで終わりです。鎖編み3目の部分を拾うようにしてください。根元から1、2、3、3目の部分を拾います。4段目は長編みを3目編んだ手前で長編みを3目入れていきます。反対側にも3目入れていきます。長編み3目の手前まで編み終えたところです。次は鎖編み2目です。長編み3目を編んでいきます。長編み3目を拾う場所は長編みの隣の鎖編みの部分です。長編みの隣の鎖編みを丸ごと拾っていきます。間に鎖編みを1目入れます。同じように長編みを3目編んでいきます。拾うのは長編みの隣の鎖編みのとこです。
鎖編み2目編んだら最後は鎖編み2目編んで長編みで終わります。1、2、長編みで終わりです。あとひっくり返します。立ち上がりの鎖編みを1目、細編みです。12345鎖編み5目。次拾うのは長編みの隣の鎖編みの部分です。この部分です。次は鎖編み2目、長編み3目です。長編みを拾うのは長編みと長編みの中間部分です。長編みと長編みの中間部分です。長編みを3目編んでいきます。鎖編み2目、長編みの隣の鎖編みを拾い細編みです。あとは同じように鎖編みで編んでいきます。この長編みを入れた部分がここです。花の模様のようになっています。次、花の模様を入れるのは長編みを編んだところから12344段目上のところです。12344段目の部分です。一番端の部分から数えて1、2、2つ目の部分に長編みを入れていきます。希望の長さになるまでこの編み方を続けていってください。編み図が欲しい方はこの画面をスクリーンショットして保存すると使いやすいと思います。花の模様が端の部分に来るときは編み方が少し変わります。長編みを3目編んだら鎖編みを2目です。鎖編み、立ち上がりの鎖編み3目の部分に針を入れ細編みです。ひっくり返します。立ち上がりは次は立ち上がりが3目で続けて長編みを編んでいきます。続けて長編み3目です。バッグの口の部分は細編みを編んでいきます。続けて持ち手の部分もこのように続けて編んでいくことで糸を切らずに編むことができます。持ち手の部分は細編みを編む前に鎖編みを編みます。まずは鎖編み1目編みます。次は細編みです。このカーブになっている部分をまっすぐにしたいのでカーブになっているところの山の一番上と一番上を結ぶように鎖編みを編んでいきます。鎖編みは3目です。山の一番上を拾います。
鎖編みを3目、山の一番上を拾います。鎖編みを3目、山の上を拾います。長編みの部分は真ん中の目を拾います。長編みの部分なので真ん中の目を拾います。すると山の部分がまっすぐになりました。これで細編みをまっすぐ編むことができます。最後の端の部分まで編み終えたところです。最後は長編みになっているので鎖編みは編まずに、立ち上がりの鎖編みの3目の部分を拾って細編みで終了します。細編みを3段編んだら、このように途中から持ち手を編んでいきます。端から端までは15目です。普通に細編みを編んで15目編んでいきます。15目編んだら、ここから続けて鎖編みです。希望の長さになるまで鎖編みを編んでいきます。希望の長さの鎖編みを編み終えたら、同じように端から15目のところを拾って細編みを編んでいきます。鎖編みの表目がねじれないように確認しながらつなげて編んでいってください。このように鎖編みの表部分をきちんと揃えてから編み続けるとねじれが防げます。15目の部分を拾って同じく細編みをしていきます。端まで編み終えたらひっくり返します。次は細編みを持ち手の部分に続けて編んでいってください。持ち手で拾う部分は表の1本のみです。表の1本だけ拾うと編みやすいです。表の1本だけ拾うと編みやすく、編み目がきれいになります。持ち手の部分が3段になるまで編み終えたら終わりです。同じものを2枚作ったら2枚合わせて端を縫い合わせていきます。3隅を縫い合わせてひっくり返したらエコバッグの出来上がりです。今回出来上がったエコバッグはミニサイズです。メガネと大きさを比べてもわかるように小さいサイズです。これが一模様なので、このように横にプラスしたり縦にプラスしたりできます。自分の好みのサイズに調整してぜひ作ってみてください。